窓の外にはきらびやかな東京の夜景が広がっています。かつてはこの町の主役だと思っていました。高級マンションの広いリビング。しかし聞こえるのは時計の針の音だけです。カチカチと。テーブルの上には冷め切った緑茶。湯気すら立たないその湯飲みは今の私そのものです。高い家賃を払っていても心の中には冷たい風が吹き抜けています。棚の奥に古びた盾が飾ってあります。勤続30年厚労省。当時はこれが人生のすべてだと思っていました。一流商社の専務。何百人もの部下が私の顔色をうかがっていました。専務、さすがでございます。あの頃の称賛の声が今も耳の奥で響きます。しかし指で触れると真っ黒なほこりが指先に残りました。磨くことのない栄光。それはただの重たい金属の塊でした。スマートフォンの画面をじっと見つめます。息子の名前を表示させ指が震えました。勇気を出して発信ボタンを押します。プルルプルル。はい、父さん、今会議中だから。低い冷淡な声が響きました。元気かと思ってな。用がないなら切るよ。忙しいんだ。ブツッという無機質な音。かつての私と同じ言葉を息子から聞かされました。因果応報という言葉が頭をよぎります。家族のために働いたはずなのに。家族の中に私の居場所はありませんでした。洗面所の鏡の前に立ちました。白髪が混じった痩せこけた老人。高級なカシミヤのカーディガンが浮いています。背筋を伸ばそうとしてもどこか力が入らない。君は誰だ？鏡の中の男に問いかけてみました。会社という鎧を脱いだ私には名前以外何も残っていませんでした。現役時代の名刺はもう何の役にも立ちません。ただ静かに夜が更けていくだけです。ため息をつきながら玄関へ向かいました。何もない日常。明日も同じような一日が始まるのでしょう。そう思っていたその時です。カチャリとポストに何かが落ちる音がしました。こんな時間に誰でしょうか。その一枚の紙が私の運命を変えることになります。果たしてそこに書かれていたものとは。朝の静けさが今は苦痛です。台所から漂う味噌汁の香り。妻は自分の分だけを済ませていました。テーブルにはラップのかかった冷めた皿。もう食べたのか？返事はありません。掃除機の音だけが虚しく響きます。かつてはお帰りなさいの声があったのに、今の私はまるで粗大ごみのようです。リビングの棚に一枚の写真があります。娘の結婚式の幸せそうな笑顔。しかし私はそこには写っていません。仕事のトラブルで欠席したからです。パパは仕事が一番だからね。幼い娘が泣いていたのを今さら思い出します。ふと妻のスマホの通知が見えました。家族だけのグループチャット。そこには私の知らない日常がありました。私を抜いた
3人の楽しそうな自撮り。成功の代償はあまりにも残酷でした。いたたまれず外へ出ました。近くの公園では同世代が笑っています。ゲートボールに興じる穏やかな顔。混ぜてほしいと喉まで出かかりました。しかしプライドが邪魔をします。私は元専務だぞ。そんな言葉が心の中で毒を吐きます。ベンチに座る私を誰も見向きもしません。ただの白髪の老人。スーツを着ていない私は透明人間でした。夜、思い切って妻に話しかけました。明日、どこかへ出かけないか。妻は手を止め、私を冷たく見つめます。今まで一度でも誘ってくれました？私はずっと一人だったんですよ。言葉に詰まる私に妻は続けました。退職金さえ入れてくれればそれでいいの。お願いだから私の邪魔をしないで。心臓を刺されたような衝撃でした。私が気づいた城は砂の城だったのです。寝室に戻りポケットを探りました。昨夜ポストに入っていたあの一枚。おもちゃ直します。思い出守ります。震える文字で書かれた小さな広告。なぜかその言葉が離れません。もし私の壊れた人生も直すことができるのでしょうか。翌朝、私は一歩を踏み出しました。その先に何が待っているとも知らずに。足を踏み入れたのは古い商店街でした。高級住宅街とは違う湿った空気。揚げ物の香ばしい匂いが漂っています。ガタガタと音を立てる自転車のベル。地図を頼りに角を曲がりました。そこには今にも崩れそうな小さな店。高橋惣菜店という看板が揺れています。かつての私なら決して入らない場所。しかしなぜか足が止まりませんでした。店の中には一人の老婦人がいました。腰は曲がっていますが手元は確かです。白髪を丁寧にまとめ割烹着を着た姿。彼女の前には壊れたおもちゃの汽車が置かれていました。おばあちゃん、治るかな？小さな男の子が不安そうに見つめます。大丈夫よ、この子は少し疲れただけ。彼女は優しく笑い、小さなネジを回しました。その横顔はどの役員よりも輝いて見えました。私はただ呆然と立ち尽くしていました。数兆円のプロジェクトを動かしてきた私。目の前の彼女はたった数百円の修理をしています。価値観が音を立てて崩れ落ちていきます。そこの旦那さん、一杯いかが？彼女は湯気の立つほうじ茶を出してくれました。古い木のベンチに腰を下ろします。香ばしい香りが乾いた心に染み渡りました。いい手をしてるね、仕事師の手だ。彼女のその一言に胸が熱くなりました。名刺ではなく、私の手を見てくれた人は初めてでした。なぜこの年まで働いているのですか？思わず問いかけてしまいました。彼女は笑いながら答えました。必要とされるのが一番の薬だからね。お金じゃ買えないありがとうの声。その瞬間、
おもちゃの汽車がシュッシュッと音を立てました。男の子の顔がパーッと明るくなります。わあ、おばあちゃん、すごい。その笑い声が空っぽの我が家の静寂より大きく響きました。私は人生でこれほど真実な感謝を受けたことがあったでしょうか。帰り道、自分の手を見つめました。細くて白い年老いた手。しかし、まだ何かを握る力は残っています。家に帰り、物置の奥から工具箱を引っ張り出しました。若い頃、趣味でいじっていた小さなドライバーたち。埃を払うと鉄の匂いがしました。生きているということは何なのでしょうか。待っていてくれる人がいるのはどんな気分でしょうか。指先がかすかに震えました。恐怖ではなく未知のときめきでした。ガガガと鈍い音が響きます。商店街の片隅、小さな空き店舗。今日からここが私の新しいオフィスです。大理石のデスクも秘書もいません。あるのは頑丈な木製の作業台だけ。佐藤おもちゃ委員。自分で書いた看板を掲げました。スーツを脱ぎ、紺色の作業着に袖を通します。鏡に映る自分はどこか照れくさそうで、それでいて現役時代より目が冴えていました。現実は甘くありませんでした。現役時代は指示を出すのが仕事。いざ自分で直そうとすると指が思うように動きません。小さなネジ一つに1時間も格闘しました。くそ、なぜ入らないんだ。思わず昔の荒い口調が出ます。エリートだったプライドが足を引っ張ります。情けなくて投げ出したくなりました。やはり隠居しておとなしくしているべきだったのか。暗い思考が頭をよぎりました。その時、一人の若い母親が訪ねてきました。抱えていたのは古びた木製のオルゴール。これ、亡くなった母の形見なんです。娘に聞かせてあげたくて。彼女の目には切実な思いがたまっていました。内部はひどく錆びついていました。誰が見ても修理不能な状態です。普段の私なら断っていたでしょう。しかし、高橋さんの声が聞こえた気がしました。思い出を守るのが私たちの仕事よ。私は深くうなずきました。お任せください。全力を尽くします。街の明かりが消え、静寂が訪れます。小さなランプの下で歯車と向き合いました。油の匂い、金属がぶつかり合う音。まるで数十年前、新入社員の頃に戻った気分です。汗が眼鏡の奥に流れます。何度も何度も分解し、組み立て直しました。そしてついに小さなネジを巻いたとき、ピンが円筒を叩き、澄んだ音が響き渡りました。キラキラ星。かすかですが、確かな命の音でした。私はそのまま作業台に伏せ、短い息を吐きました。数兆円の契約を結んだ時よりも、心臓がずっと強く、脈打っていました。翌朝、母親が店にやってきました。オルゴールの音色が流れた瞬間、彼女はその場で泣き崩れました。お母さんの大好きだった曲。幼い娘がお母さんの涙を拭ってあげています。
そして私を見てはにかむように笑いました。おじいちゃん、魔法使いみたい。魔法使いだなんて。人生で聞いた言葉の中で一番美しい称号でした。私の手はいつの間にか油で黒く汚れましたが、どんな高級時計をしていた時よりも誇らしく見えました。夕暮れ時、店のドアが開きました。カランカランと乾いた鐘の音。見上げると、そこには息子が立っていました。高級なスーツに少し疲れた顔。父さん、こんなところで何を。息子の声は驚きと戸惑いに揺れています。かつての私なら怒鳴っていたかもしれません。しかし今はただ自然に笑みがこぼれました。作業着姿の自分が案外機に入っていたからです。汚れた作業椅子を息子に勧めました。差し出したのは紙コップに入れたほうじ茶。熱いから気をつけろよ。息子は黙って茶をすすりました。壁に貼られた子供たちからの感謝の手紙。それをじっと眺めていました。父さん、最近笑うようになったね。息子の低い声が胸に刺さりました。高い地位にいた頃は気づきませんでした。家族に見せていたのはいつも不機嫌な顔だけだったことに。名刺が消えてようやく私は父親になれたのです。息子がカバンから何かを取り出しました。それは昔私が息子に買い与えたロボットでした。腕が折れたまま箱の中で眠っていた思い出。これ直せるかな？僕の息子に譲りたくて。胸の奥が熱くなりました。私は黙ってルーペを覗き込みました。息子の思い出を、そして途切れていた私たちの時間を丁寧に丁寧につなぎ合わせ始めました。成功とは遠くにあるものではありませんでした。自分の手で愛する人の傷跡を癒すこと、それだけだったのです。もう私は濡れ落ち葉ではありません。誰かの道を照らす小さな灯火でありたい。毎朝私はワクワクしながらシャッターを開けます。待ってくれる子供たち、野菜を届けてくれる近所の人。退職金より大切なのは生きている実感です。妻とも時々散歩に出かけます。贅沢な食事ではありませんが、道端の花の話をします。今日一日、私の指先からよみがえった小さな命。それが私の人生における最大の勲章です。画面越しの皆様、聞こえますか？私たちの人生は定年で終わるわけではありません。むしろ名刺を捨てたとき、本当の人生が始まります。あなたにしかできないことが必ずあります。大げさなことでなくていいのです。誰かの心を温める小さな手助けで十分です。元気を出してください。明日もあなたの助けを待っている誰かがいます。あなたの人生の第2幕を心から応援しています。お元気でまた会いましょう。